はい。面白けしからんな対策です。今日はね、落ち着いてね、やっていきたいと思うんですけれどもですね、時計について語りたい。僕のね、このね、大好きな時計。ちょっとね、手元撮影も交えながらね、ちょっとね、いろいろね、この時計の魅力をね、語っていきたいと思うんですけども、と見た感じ、超重量系ですよ。フルメタル G-SHOCK みたいでしょこれ。重いのよ、これ。分厚くて。44ミリのね、ベセルかな。もうずっしり重いんだよね。で、これのいいとこはね、まずね、電池交換に出さなくていいんですよね。だってもうこれ、新品でね、24,000円、5年間ずーっとつけっぱなしてんのよ。水仕事の時とかは外すんだけど、もう、それ以外、ほぼほぼ24時間5年連続で使ってて、そろそろね、オーバーホール出した方がいいなと思うんだけど、これね、セイコーの時計なんだけど、セイコーさんにね、問い合わせると、もう、オーバーホールの値段がわけわかんない。なんかね、3万円超えてたんじゃないかな。そしたらね、これ級のね、腕時計もう一つ買えるじゃんかっていうぐらいの値段ですよね。いいんですよ。この逆回転防止ベゼル。このね、逆回転防止ベゼルについては、あんまりこんなこと言う人いないと思うんだけど、オカルト的なね、スピリチュアル的な使い方ができる。これダイバーウォッチモチーフだから、潜水に何分潜水できるかっていうね、なんていうんだろうな、決めておくためのメーターっていうかね、こう回るんですよね。で、これがね、なんでね、オカルト的なね、風水的な使い方ができるかというと、これさ、このまま放置してつけるじゃん。ね。運気がなんか落ちてきたなと思ったら、逆回転防止ベーゼルをね、違うところに回すんですよ。運気のコントロールができるっていうね。あとね、俺誰かスピリチュアル系の人が確か言ってたと思うんだけど、誰か忘れちゃったんだけど、一番運気が上がる、その腕時計っていうのは、機械式で、しかも、もうシンプルにね、機能がね、シンプルイズベストで、もうこれはちょっと、もっと楽しいんだけども、これ機械式の、アナログのね、時計をしてると運気上がるっていうんだよね。言われてんのね。ほぼほぼ G-SHOCK なんだよね。フルメタル G-SHOCK みたいな感じ。俺、こんな幸せなことないよ。決して安くはないんだけども、高級時計に比べたらね、激安ですけどね。もう使い始めて5年だからもうそろそろオーバーホール出した方がいいなと思ってんだけどね。で、これね、裏蓋がスケルトンになってんのね。中のメカニックが裏側透けて見えるんでね。これはなんでそうなってるかっつうと、ガチのダイバーじゃなくて、ダイバーウォッチ風のね、デザインなんですよ。ガチなダイバーウォッチっていうのは、ここの裏蓋はもうガッチリ何も見えないように金属の蓋でもうガッチガチに締めてあるんですよ。そうしないと、防水性能が発揮できないからね。で、俺昨日から腕時計、この動画撮ろうと思って腕時計の動画見まくって、なんだろうな。腕時計面白いよね。5スポーツシリーズ、セイコーのね、5スポーツシリーズのニックネームがニューモンスターって言うんだけど、これ、ねえ、ちょっと寝ぼけちゃって、ろれつ回ってないんだけど、もう動画撮らないと、頑張って動画撮らないとさ、もう俺も焦ってきちゃってさ。で、今朝、チャンネル登録者見たらさ、すげえ増えてくれてんのね。3人ぐらい増えてくれてんの。本当にありがとうございます、本当に。もうめちゃくちゃ嬉しい。話が脱線しましたけども、電池入っ
ていないのに、アナログ秒針が動いてるっていう時点でね、オカルトですよね、これね。オカルティックな使い方もできるし、これ自身もう俺にとっちゃオカルトですよ。時差があるわけじゃん。なんか、生きてるんだよね。で、まあ、この5スポーツっていうのが、まあ、むちゃくちゃ低価格の、シリーズで、新しいやつもいっぱい出てて、まあ、2万円半ばから3万、4万、5万ぐらいの価格帯のやつが出てんのかな。で俺はね、これがいいんだよ、これ。旧ロゴ。旧ロゴだし、あと、日付と曜日が、アナログ式のカレンダーが出るっていうね。デイト機能っていうんだけど、曜日まで分かっちゃう。まあ、万年カレンダーじゃないから、その月によっては、1日に、進めないとね、いけないかったりするんだけど、それはまた、まあ、ご愛嬌ということでね。こう、さ、腕にはめるときはこのぐらいの輪っかな。ね、俺の腕。3個も外してちょうどいいと思う。自分でやった。コマを。道具さえ揃ってれば簡単にできる。まあ、もう、これが気に入っちゃって、本当に高級時計じゃないんだけど、これ以上にかっこいい高級時計ってないんだよね。まず、機械式のアナログの秒針が動いてる、デイデイト機能のカレンダーがある、逆回転防止ベゼルがここにある。で、裏がスケルトンになってる。っていうね。で、秒針ハックとか手巻き機能があるし、自動巻き上げだから、機械式時計の美味しいとこ丸ごと全部取っちゃったみたいな。やばいんだよ。で、まあ嘘か本当かわかんないんだけど、アマゾンで今新品がね、アマゾンしかないのかな。9万円台まで上がってます、新品は。だからこれもう廃盤になってるから、どんどん値段上がってくんじゃないかな。大事に使ってればね。まあ、これね、俺人生初の機械式時計なんですよ。よく似てるんだけど、これちょっとしたデザイナーズウォッチさ、FBI のね、これも相当こだわってこれ10万円ぐらいするんだけど、もう電池切れちゃって。12時の方向に FBI って入ってるでしょ。これ、政府の公共機関ね、アメリカのね、行ったらお土産で売ってる感じの時計らしいんですよね。それにしちゃ高い。荒削りな、防護バーみたいなのついてたりとかさ、これで、革ジャンの裏地破れたりするんだけど、久々にはめたら、重っ！これ G-SHOCK より重いんじゃない？これもいいなぁ。確かに電池入れようかな。いっつも思うんだけど、こういうさ、アイテムってさ、いっちゃんいいやつ、1個だけ持ってたらいいわけよ。革ジャンもそうなんだけど、1着を集中的に着込むとね、多分経年変化バキバキ出るんですよ。それと同じような感じで、この高級な機械式時計を複数持ってても、巻き上げなきゃなんないじゃない？ワインダーかなんか、くる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 回る、マシーンに入れとくと自動で巻き上がる。る状態がキープできるらしいんだけど、男はね、一本でいいんだよ、時計はね。で、しかもさ、高級時計のオーバーホール代金ってめちゃめちゃ高いわけよ。はい。というわけでね、僕の大好きな宝物、ね、セイコー5スポーツのニューモンスターについてね、あれこれ語ってみました動画でした。はい。ご視聴ありがとうございました。